ミュージックイン藤枝グランドオープンになりました。スタジオはまず角度が大事です。ここが気持ちこうちょっとだけ斜めになってます。でコミュニティスペースがあってくつろぐところですね。本屋さんレコードショップ屋さんが入ってくださいます。 PA をする羽目になりました。5年ぶりぐらいです。悪夢が止まらなかった。クラウドファンディングをやりまして、本当にみんなで作ったスタジオになってます。はい、白マニア YouTube チャンネルです。ずっと3年半ぐらいかけて、構想からね段階から作ってましたミュージックイン藤枝、静岡県藤枝市ですねにある、昔のお茶の蔵土蔵ですねを改修して作ったレコーディングスタジオが無事グランドオープンになりました。ありがとうございます。いやよかった。本当ねまだスタート地点に立ったばっかりなんですけど、やっと立てたんですけど、いや本当にほっとして、しかも前日にイベントと式典とで当日に公開日、一般の方とかリンゴスカイの方の公開日があって、無事2日間を終えた、月曜日に撮ってますが、出来たてほやほやでございます。でちょうどクラファンで支援してくださった方にパンフレットをお配りしてて、それもできて、それが多分随時届いてる。多分この動画出る頃には皆さん届いてると思うんですけど、このパンフレットねちょっとちらっと見せますけど、めちゃくちゃいいです。はい、これどうなんだろう、クラファン以外の人もらえるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、何かしらの形で皆様にね見れたらいいなと思ってますけど、スタジオの解説もあるし、もう建築のこの過程とかもあるんで、これはね必見。面白いですよ。普通にこうやって、スタジオできるんだっていうのもともちょっと違うけど、蔵をまず改修してその中にスタジオを作ってるんですけど、宮大工さん、昔の技術、昔から伝承された技術を持った宮大工さんと、今の音響建築のコラボレーションみたいな感じになってますね。で僕が大好きというかみんな大好き現場監督源さんのインタビューに、このスタジオをデザインしてくださった高島さんのインタビューだったり、その中になぜか僕のインタビューがあるという。であとはちょっとどこまで言えるのか分かんないけど、有名な方のインタビューがありますし、周辺のお店の紹介とか藤枝の紹介もしてますし、最後にこうやって関わってくれたというか、設立とか施工するにあたって結構いろんな楽器メーカーさんとか会社さんが、建築会社さんとかめちゃくちゃ協力してくださったんですね。機材面、僕の場合機材担当なので機材と音響担当なんでその辺の会社ですけど、もうすごい数の会社が参加してくださって、もっとね本当はもっといるんですけど、一部というか建築に限って、機材建築に限って、書かせていただいているみたいなページがあります。でそれとは別に昨日一昨日か除幕式があったんですけど、名板と呼ばれる入り口にですね、これちょっと見えるのかな、録画しよう。ここになんだっけ、ショートカットコマンドシフト5、こういうね機能があるんですよ Mac に。いつもこれ撮ってるんですけど、画面全体を収録だね。これだね。これディスプレイ1、こっちだね。2をこれ収録してんの？ついてんねっていう機能があるんですよ。よく分かってねえじゃねえ。僕は静止画はよく撮るけど全然分かってねえじゃん。撮れてなかったらまた引っ張り出してくれればいいんでさとかね。ここですね。この部分に支援者パネルというのがあって、ここにクラファンでちょっと金額でねセパレートするのは本当はいいことではないのかもしれないんですけど、いくらかの3万円だったかなで名板っていうのがあって、3万円何万円みたいな何個かプランがありまして、大きさでそれの名板が除幕式の時にファーって藤枝市長とか高知さんとか高島さんが引っ張ってました。はい、でもそれ以外にもたくさんの方が本当に支援してくださって、そういう方々はホームページの方にお名前がそれぞれ載っております。本当にありがとうございます。なんとかこの支援がなかったらねコントロールルームすら別の場所に作れなかったし、本当にいろんな細かいこだわりもできなかったので、
本当にありがたい限りでございます。そんなミュージックイン藤枝の、エンジニア的スーパー細かいポイントを今から紹介していきたいと思います。はい。もう設立とか、なんか過程とかは結構ゴチさんがもうたくさんいろんなインタビューで言ってくださっているので、ナタリーのね取材とかもありますし、だからそこはもうそこを読んでくださいということで、エンジニア的目線ですね。まずメインブースですね。立ってここ刺した方がいいのかな。まずですね、眩しいけどここの角度がですね、逆ハの字になっておりまして、天井までこういう感じになって、音がそうするとね、音がこの辺で鳴るとこういう風に反射してって、上でどんどん上の方にどんどん登っていくんですよ。で上からまた降りてくるみたいな感じの作りになっております。でこっちとこっちの壁もまっすぐのように見えますが、実はちょっと斜めです。その様子はですね、ここですね。ここがちょっと斜めになってます。はい。しかもその次はですね、斜めの角度がちょっとノコギリ型って言うんですけど、ちょっとまた違うという。だからこことここで反射の感じがまた変わるようになってます。さらにこっちの扉側もまっすぐではなく、こっちは中にハの字になってます。でこっち側がハの字になっていると、こことここで V の字のフラッターエコーと呼ばれる反射が起きます。1回2回3回1回2回3回ってこうずっと永遠にこの V 字の反射が起こると、こうやってフラッターエコーの鳴き流と同じような現象が起こるので、そうならないようにですね、ここの黒いところ、漆喰の外側の土蔵みたいに見えるように、鴻島さんがデザインしてくださったんですけど、ここが気持ちちょっとだけ斜めになってます。 4. 点何度だったかな、5度までいかなかったんですけど 4. 点何度みたいになって少しせり出してます。そうすることによって戻ってきた音が少し斜めに反射する。でこれでさっきの V の字のフラッターを逃がすという作りになってますね。はい、そういうのもあります。この何が大事かって、スタジオはまず角度が大事です。しかも吸音面の角度ではなく、反射面、遮音面の角度がすごく音にとって大事になっていきます。あとはこの斜めのところ、この斜めのところでさらに音響調整ができるようにカーテンがついてます。ちょっと厚手のカーテンが普段は4等分にしたよね、確かね。22になってて、こっちだけ、ここだけカーテンとか、ここだけカーテンとか、そういう曲あるね。なんだっけ、まあいいや。ここだけカーテンとか。で普段は半分半分みたいな、ドラムを取るエリアだけはちょっと吸音して、アンビエンスを立てるエリアは、反射するみたいな、響くみたいなことができます。カーテンなんで低音は吸わないんですけど、広域の印象操作ができるので、そういうのすごい大事にできるようになってます。で普段はカーテンだまりはこっちとこっちに作ってあるので、このカーテンだまりを作ることによって結果、低音がコーナーで吸えるという風な工夫をしてます。なんのこっちゃっていうね、こういう細かい調整ができるスタジオっていうのがすごい大事で、あとはドラムの位置でね調整できる。でこのブースもここがギザギザになってて、拡散が音の高周波高い、このリブだとね5K もっとだな 1,2K ぐらいから音が拡散するようにできてます。で普段はねこの修正台で作るんですけど、宮大工さんたちがもう1本の木でふわって4メートル上まで作ってますね。いやほんとすごいですよ。そのギザギザあったね。このギザギザわかるかな。ここね、ギザギザとここの角度ですね。で実際窓もあります。窓はねもうゴッチさんと絶対窓は遮音的には不利なんですけど、窓は絶対残したいっていうのがありまして、頑張ってもらいました。三重の窓になってますから。でこれ見ると分かるんですけど、次天井ですね。天井の角度も普通だったら日本家屋っていうのはここで真ん中でハの字になるんですよ。そうするとさっき言った V 字のフラッターが床と起こります。ここで。なので私たちはですねこっちの方で折れてます。これは蔵の建物の屋根
でその中にボックスインボックスっつってもう一個スタジオ部屋を作るので、こっちがすごい斜めになってる。でこうすることによってこの V 字がなくなるという構造です。ただこれはデザイナーさんから言うとやっぱり美しくなかったりもするので、そことのせめぎ合いはすごい大変ではありますが、いい感じになりました。そうだ。であと将来なんかプロジェクター作ってなんか映すって言ってたけど、電源とか引っ張ってるんですけどね、まだプロジェクターついてません。でここがね梁ですね。梁。昔1階と2階の間に使われてた梁があって、それが建物を支える梁かなと思ったら後で付け足した梁だったんで取れたんですよ。なので取れて再利用させてもらいました。ちょうど真ん中より上ぐらいにあることによって、ここでまた音が複雑に反射するようにわざと残しております。4本かな。それがね、ここにちょっと映ってますね。ここに。で、僕は個人的にですね、ドルビーアトモスばっかりやるエンジニアなので、トップの天井のこの上の情報が欲しいと、レコーディングで。それをやはり、こういう性格なので楽して撮りたいというので、梁の上にバウンダリーマイクを、無指向性のバウンダリーマイクをすでに4本勝手に置いてます。僕からのプレゼントじゃないですけど、僕が貸してるですね。勝手に買って勝手に置いてるという。で、これがブースですね。そういう視点で見ると、ここのブースも実はここがちょっと斜め。本当に。ちょっとだけ斜めで、ここの扉とここはこっちがまっすぐ、ここはね90度なんですけど、こことここをちょっと斜めにすることによってフラッターを対策をしております。はい。でここはね通路なんで普通にまっすぐなんだけど、ここはちょっと前室と呼ばれる音を基本出さない。でここで楽器演奏してこれ扉開げちゃったらギターの音近所にダダ漏れしてクレーム来ちゃうんで、ここでは基本的に楽器は演奏しないという。ブレーカーとかね、空調のリモコンとかそういうのも音が鳴っちゃうんで、そういうのがあったりします。ブースはですね、こっちがですねちょっと広い。見たらわかる B1、 こっちがちょっと狭い B2 で、なんでかっていうとこっちの B1 はですねギターブースになってます。でなぜかというとアコギを弾けるように、アコギを中で弾けるようにちょっと広めになってます。 B2 はアンプ専用ルームになってます。なのでどちらかというとこっちがエレキギターのアンプで、こっちがベースアンプが入るイメージですね。なぜかというとこっち側が我々の敷地内なので、こっち側に音が漏れる方が助かるというのもあります。こっち側はちょっと行くと民家がありますので、こっちに音が漏れるよりかはこっちに漏らそうという、こういうのも考えながらスタジオは作んなきゃいけません。どっちが自分たちの敷地なのか味方なのか、はい、大事でございます。でこっちはコントロールルームですね。コントロールルームもですね、よくよく見るとですね、こう斜めになってますね。こっちもこうハの字、逆ハの字になってますね。でここがフラットな分、こっち側が凸になってます。こうすることによってこの反射を起こさない。この緑はねソファーです。藤枝のお茶の色をイメージしたソファーですね。かっこいいですね。でスタジオとコントロールルームはね一回外に出ます。なので結構いい気分転換になるし、ここにも屋根をつけたんでなるべく雨に濡れずに移動できるようになってます。晴れると本当に気持ちよくて。で茶室はですね一応我々のスペースではなくオーナーの江崎さんの持ち物なので、基本的に許可制になってますね。であと事務所が上にあって、でコミュニティスペースがあって、ここは皆さんがくつろぐところですね。で、昨日ソーグッドさんが本屋さんレコードショップ屋さんが入ってくださいました3階に。で2階はこれからゲストハウスにするためにまた頑張ろうと思っておりますが、で1階は江崎新聞店なんであれですね。コミュニティスペースの様子が3階のありますね。和室もあるし、洗濯機とあとシャワールームがあるんで、最悪お風呂は入れなくてもシャワーはあります。ただ近所にね温泉がね何個かあってすごいいいんで、ぜひその営業時間までに行ってくれれば。コミュニティスペースの利用は夜間利用が1人2200円で原則8名までって書いてますね。ただ未成年とか子供とかそういうのをどうするかっていうのはいろいろまだ課題はありますが、18歳未満の方はやっぱちょっと保護者の同意書もいるんで、
そういうのとかもちゃんとしないとね、何が起こるかわからないので、我々も若い子を預かるのでちゃんとしないとというのがありますが、あと冷蔵庫もあってキッチンもあるんで、自分で料理したりもできます。この間清さんね、めっちゃ料理してたしね。はい。でコンビニもね、真裏なんで、何か着替えとかも、俺もこの間着替え2日分買ったもんねファミマで。ファミマなんかね、ジャケットっぽいの売ってて、もうこれでよかったと思って、式典袖にしてたらよかったってちょっと思いましたが、ね、あと駐車場は一応3台用意されてて、4台とたくさん来るときは事前に言ってください。ちょっと離れてますけど、駐車場ありますので。であとはマット、ブランケットは標準で貸し出してて、交換はセルフサービスでお願いしますと。であとアメニティとかないので持ってきてね、タオル、歯ブラシ、洗面用具とか持ってきてね。でもタオルもね、だから俺結構ファミマで買ったよね。俺は買った、持ってこないからであとはやっぱり近隣が近いので、普通に寝静まってたりするので、夜は騒がないでねっていうのがあります。はい。でキャンセル料ももちろんあるし、18歳未満の方の対応もありますね。で、ここにこの建築に一番尽力してくださった音響建築ですねに尽力してくださった日本音響の佐竹さんという方のコメントやですね、内田さんというホール建築のプロですね、そういう方のコメントもあって、あと鴻島さんのコメントもあるよね。そうですね、鴻島さんのコメントまで。あと基本はワンオペレーションなんですけど、一応セッティングは井口くんが手伝うっていうのがあって、その後は井口くんはアシスタントしてずっとつけるっていうのもできます。それはちょっと別料金ですね。今はちょっと彼は研修中なんでいろんな現場入れさせてますけど、ここいいね、昔のやつあるよ。これ昔の梁、ここの梁はね絶対取っちゃダメで、ここをね隠したんですけど、これ昔の1階と2階の階段ですね。これ3階のコミュニティスペースでとかね、ちょっと懐かしく感じてます今。このスタジオですね、クラウドファンディングをやりまして、7560万7380円、言いにく7560万7380円を集まってできた、本当にみんなで作ったスタジオになってます。でもこの後、これから今現在なんですけど、やっぱり月の固定維持費ってすごいかかるんですね。あと電気代もそうだし、水道代、ガス代で、電気代もやっぱスタジオなんで電気いっぱい使っちゃうから、あと保険とかインターネット代、インターネットもちゃんと2回線引いてて、あとやっぱスタッフのお給料とかもあるので、そういうのでですね、今もリンゴス会員というスタジオを支えてくださる、一緒に作ってくれる仲間を募集してまして、それの応募方法はですね、この右上にドネイト、寄付するというボタンがあります。そうするとここに入ってですね、僕もやってるんですけど、毎月寄付っていうのがあります。月1000円から、金額高いのはいいんですよ。高いのはいいんですけど、毎月会員っていうのと、都度寄付、その時ちょっと今月余裕あるなとかっていう時にちょこっと入れていただける寄付パターンもありますので、2種類あります。でこのクレジットカードでできるんですけど、いやそんなの私無理だわっていう人も銀行振込の連絡が来るようになってますので言ってください。これがサポートする、これかな、これを押すとここに毎月と、これは毎月プランだからで、クレジット、Apple Pay もいけるね。こういう金額を1000円って言ってポチッとなってするとリンゴス会員になれます。僕も吉井もリンゴス会員ね。佐藤は、あら、うちのスタッフ優秀ね。この間なんか入ってねえぞっていう人がいたから、入ってくださいって誰か言ったよね。入ってないですか。TC さんから名前出しちゃったけど、でもう入ってるでしょ。リンゴス会員になるとそうイベントとかの先行の情報とかも来るし、いろいろこう報告、MPO なんで年に2回とかゴツさんとか役員の人たちの報告があったりしますね。都度寄付はどうなってんだろうね。これも今回のみか。これでクレジット銀行振込になりますね。銀行振込先はメールで案内しますなってますね。あとはチャリボンっていう古本を買い取ってですね、その金額が
それが、僕らに寄付されるっていうのもあります。あとはまあ今この間発表ありましたけど、ゴッチさんが昔からやってるアップビネガーミュージックアワードですね。これもMPO の一部のに組み込まれてですね。でここで選ばれるとミュージックインフジアを何日間無料みたいなのがになってますね。ここにゴッチさんの名前も書いてあるのでぜひ読んでみてください。でニュースは最近はまあそうですね、グランドオープンがありまして、でこの間ストレーテラーの堀江さんが来てくださって、ゴッチさんと一緒に弾き語りライブしてくれましたね。これがそうですね、オープニングパーティー。これは蔵でやったんじゃなくて、すぐ近くに一言カフェさんって、こっちもねお茶の倉庫だったんですけど、そこで、80人ぐらい、結果120ぐらい入ってたよね、関係者入れるとね。そこでライブやって、それで僕はPA をする羽目になりましたけど、5年ぶりぐらいですね。はい。それはそれで楽しかったです、久々に PA。でももうその日からですね、もう悪夢が止まらなかったですね。イベントの前日まで悪夢見たからね。やっぱ慣れてない仕事、ライブレックと劇版はね、俺結構悪夢見る。寝坊するのはもちろんだけど、まあ知らない曲が始まったり、セッティングが間に合わなかったり、機材が足りなかったり、 PA の時はその当日の朝もですね、すごいもうなぜかドラマー一人もいないはずなのにドラムが4人ぐらい来るっていう夢を見て朝目が覚めましたけど、吉井なんか見た？音の反射が止まらなくなるっていう羽織夢なんかずっとファンファンファンディレイがずっと会場回り続けて止まらなくなるっていう夢見ました。この会場でそう、これはでもね、これね実はすごいいいことで、これってやっぱこうその仕事に対する責任とか恐怖心って大事で、舐めちゃダメなんで、何が起こるか分かんないから、その危機感を常に持っているとね、意外と見ます。はい。夢でよかったっていう重大なミスをしてもその仕事をクビになる夢とか結構見ますけど、これはね、僕はいいことかなと思ってる。何もなんとかなるさとか、まあ適当にやってたら多分こういう夢見ないと思うので、意外と見るっていう人多いですので、気にせずたくさん見てください。ちょっと精神的にはあれですけど。でこの見学会っていうのは定期的にできればいいなとは思ってます。ちょっと僕が勝手に言うとあれなんであれですけど、やっぱり皆さんと一緒に作ったスタジオなんで、半年に1回ぐらいできたらいいなとかって思ってますけど、1年に1回とかはやれるかなと思ってます。はい、今回もねやっぱ遠くて来れないとかタイミングが合わない方いっぱいいると思うので、そういう方のためにも定期的にやりたいと思いますし、都度勝手にパワーアップするスタジオだと思うので、そういう細かい変化も見れるかなと。こういうのをやったりして、前もこういうトークショーとこれ行きたかったな、釈先生と大場さんの。大場さんっていうのは近くの日蓮宗の住職さんなんですけど、すごい活発な方でコミュニティを今形成している方ですね。あとはワークショップですね。これも高校生とか小学生とか大人も一緒でいいんですけど、その時は藤田市民会館でアーティストの人が東京から来て一緒に楽器演奏するっていうのをやってますね。作詞作曲講座とかもゴッチさんと僕もお世話になっているターンテールフィルムズの井上陽さんですね、陽介さんのこういうのもやってます。なので街を共に盛り上がるためにいろんな、僕はねエンジニア的なことしかできないから、いずれね、エンジニアワークショップとかできたらいいなとは思ってますけど、なんかこの間は佐竹さんと音響ワークショップやろうっつって蔵の測定、響きの測定をして、それ誰が来るんだろうと思うけど、俺らは楽しいんですけどね、はい、そういうのとかやったりしたらいいかなと思ってます。何？高校生に来てもらいました。高校生に音響測定確かにね。だからこういう世界が、その音響建築っていう世界とか、そのワイヤリング、ケーブルを引っ張ったりする、そういう細かい本当に、ネットワークの設定もそうだけど、そういう世界もあるので、防音、遮音ね、あと内田さんみたいな音響その設計とかもあるから、スタジオ設計と違ってホール設計で、そういういろんな本当に音の携わる人っていっぱいいて、あとはさっき言った楽器屋さん、機材を売ってくださる楽器屋さんとかいっぱいあるから、そういう音楽、僕みたいにレコーディングエンジニアっていう仕事だけじゃなくて、音楽に携わりたいっていう人はいっぱい本当にいろんな職種があるんで、ぜひぜひこれを機にね、みんなの仕事を知ってもらえたら嬉しいかなと思ってます。はい。じゃあ
そんな感じでぜひ予約は始まってますので、いつでもホームページで予約できますので、もうなんならもうここに行きたいからバンド組んで来てもらってもいい。でも基本はオリジナル曲です。コピーバンドはどうなったかな、ちょっとまた、オリジナルをまず作って来てねという感じですので、全国からいろんな方が来てもらえるように僕らもいい環境を整えていきますので、どうぞよろしくお願いします。